夏休みが終わっちゃうから、肉を食べてパワーをもらうぞうわー。という夢を見たのさ。夢でよかった。キャッぽい、かりんです。なんじゃあこのでかい肉はまるで枕だな。ひんやり枕だ。ふふ、聞いて驚け。これは、イチボ。イチボ？焼肉屋さんで見たことあるのぜ。希少部位よ、高級肉よ。今日も赤字よ。それで、これで焼肉でもするのか？今日は世界の焼肉、ブラジルのシュラスコを作るよ。ブラジルといえばサンバのカーニバル、あとサッカー。シュラスコって見たことも聞いたこともないわ。ブラジルのでかい串焼きだよ。イチボの串焼きって贅沢ね。これは交差通し 2.6 キロ。2.6 キロ？やべえ。シュラスコ用にイチボを買うときは丸のままを買うこと。なんでだ？このイチボについているたっぷりの油。この白い油がシュラスコには欠かせない。油は普通はカットされちゃう。肉をカットするとカット代が入るわよ。これはカットしないからお得に買える。このイチボの塊でお値段1380円税です。2.6 キロで1万円ならいい買い物。この量なら、3日は肉祭りできるのぜ。ブラジルのシュラスコ。アメリカのバーベキューは10時間以上かかったわ。ブラジルの焼肉もそうなの？焼き時間は30分以内だよ。5センチに切ったでかい肉を串に刺して焼く。それだけだよ。あとは付け合わせのトマトのタレを作るだけ。超簡単。霊夢はバーベキューと焼肉を混同してないか？出たな、アメリカマリサ。バーベキューは燻製に近い。蓋付きのコンロを使って低温の煙でじっくり時間をかけて火を通す。河原でやったらバーベキューじゃないの？違う違う。日本人の焼肉はグリルだ。魚焼きグリルみたいな？網の上で短時間で焼くものはグリルだ。バーベキューでもグリルでもどっちでもいいわよ。バーベキューとグリルの違いが分かった人は、チャンネル登録、高評価よろしく。肉は切り終わりそうだよ。2時間常温に置いているけどまだひんやりする。でもめっちゃ美味しそう。幸せ。伝統的な、シュラスコの味付けは塩だけ。だがそれだけだと味気ない。オリーブオイルを垂らしてしっとりジューシー。塩はたっぷりね。1個あたり小さじ1くらい、だかな。イチボでかい。中まで塩が入らない。30分常温で放置して味を染み込ませるよ。胡椒はお好みで。昔ながらのシュラスコはかけないのね。そうそう。丸めて串刺しにするよ。でかすぎて難しいのぜ。まな板の方に刺さないと、自分の手を刺しそうになるのぜ。いやよマリサの焼肉は、私も嫌だぜ。肉がヌルヌルするし。それはさっき油を塗ったから余計にね。なんとか自分の串刺しを回避しながら串完成。わあ、赤と白のコントラスト。めでたい、レイムちゃんカラーね。このデカデカ肉の串刺しが SNS で映える、と大人気。映え。レストランのシュラスコいいな。ほら田舎民は自分で焼くのぜ。火力高すぎて焦げちゃうわよ。おいおい、私たちは何回も焦がしてきた。だからこそ、待つということを学んだ。15分ほど経って火が落ち着いてから焼く。炭になってきた。初めから炭で焼けばいいのに。炭がないんだよ。てか火の近くは熱い。この焼き方で合っているのか？専用のラックにかけて焼いているから合っているよ。地面に刺して焼いているタイプもあったのぜ。それは時間かかりそうだ。くるくる串を回す。なお、串は回るが肉は回っていない。トングで回すもんね。あよいしょっと。うわ焦げる焦げる早く引き上げろー。怖い。やばいめっちゃ炭がついた。水鉄砲で綺麗にするのぜ。早く洗ってきなさい。やっぱりこれがないとダメよ。あーみー。ナイスレイムさん。これで安心して焼けるな。最初から網を置いておけばよかったのよ。網の安心感。これは映えると油断していると火がでかくなった焦げる焦げるなんて犬も実避難したわよ。煙は上に行くから伏せているんだな。イチゴについている油が落ちて、引火したみたい。炭火でじっくり焼く作戦が。ファイヤー。回収だ回収。中がレアかな？レアでも OK。火が追いかけてくるのぜ。燃える燃える自分も焼肉にされるところだったぜ。焼き上がり後は肉を休ませる。なんだこのトマトサラダは？これはトマトサラダじゃなくて、トマトのさっぱりソース、シュラスコの付け合わせの定番、ビナグレッジだよ。なんて？肉の油をさっぱり流してくれるから、イチゴとの相性がかなりいい。作り方、トマト、玉ねぎ、ピーマンを 5mm カップくらいの細かいみじん切りにする。ピーマンは生のまま使うのか？ピーマンは生のまま食べるよ。生ピーマンの方が苦くないわよね。不思議と。そうなんだよね。そしてピーマンと赤いトマトでカラフルに。紫玉ねぎも入れるよ。カラフル異国っぽい。パセリやコリアンダーを入れるのも美味しい。
バルサミコ酢 60g オリーブオイル 40g 塩 4g 黒胡椒少々。さっぱりトマトのビナグレッチ完成。ポン酢みたいなさっぱり感があって美味しい。レストランでも店員さんが机の上で切り分けてくれるよ。焦げは犬にあげましょう。もったいない。焦げを食べ過ぎたら癌になるって言うし。その時悲劇が起きた肉が起きたー。ハイエナが来たー。肉はやらん。でも落ちた肉食べるのもな。塩を水で洗い落として、犬にあげよう。洗っている最中に犬がやってきたので。さすが野良犬。素早いわね。まあ、待て待て。目がガンに待っている。怒っているな。食い物の恨みは恐ろしいぞ。しょうがないわねご主人様よりも先に食べてないか？そう、犬に先を越された。私だってまだイチゴ食べてないのにうまそうだな。ごちそうさま。人間は薄くスライスして、美味しいトマトのビナグレッチをかけていただいてね。ではレイム様が、いただきます。肉、油、炭火、イチゴうますぎ、ビナグレッチのさっぱり感でどんどん食べられる。焦げた部分は犬にあげよう。あと脂身もあげれ。いや贅沢な犬だね。めっちゃ笑顔だ。ちゃんとお手とおかわりしろよ。控えめなお手とおかわり。早くくれって言っているようだ。野良犬よかったな。裏は焦げているんだけどね。はい、犬も満足ということで次回は何を作るの？来週の水曜日はショート動画夏っぽいもの、金曜日は未定なので、予定は変更する場合があります。チャンネル登録、高評価よろしくな。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。